脊髄損傷などの障害で下半身が麻痺した場合、排尿や排便のコントロールが難しくなってしまいます。そこで今回の動画では、頸髄損傷で胸から下が麻痺している僕の排尿管理の仕方について紹介していきたいと思います。普段僕はこの留置カテーテルというものを尿道から膀胱に入れて溜まった尿を外へ排出させています。カテーテルは使っていると汚れるので2週間に1度は交換しますが、その時以外はほぼずっと留置したままにしています。自己導尿という膀胱に尿が溜まったら毎回カテーテルを入れて尿を排出させる方法も試してみましたが、僕の場合、膀胱に少しでも尿が溜まると漏れやすい体質で、頻繁にやる必要があったので、管理が難しくてその方法は断念しました。どうしても仕事や何かの作業に集中していると、導尿のことを忘れてしまうので、何度も漏らしてパンツやズボンを濡らしていました。留置カテーテルをつけている場合は、排出される尿はふくらはぎにつけているバッグに溜まるので、バッグがある程度膨らんできたらトイレに行って溜まった尿を便器に流します。そして便器に尿を流しやすくするために、僕の場合はバッグの出口をチューブで延長させています。こうすることで何か他に容器がなくても直接便器に流すことができるので作業が楽になります。尿が溜まるバッグや延長されたチューブはこのように普段ズボンの中に隠れているので、バッグをつけているのは周りには分かりづらくなっています。留置カテーテルを利用するメリットは漏れることがほぼないということと、トイレに行く回数を減らせることだと思います。反対にデメリットは尿路感染のリスクが高くなることや、尿道に常にカテーテルが入っていることの見た目がなんとなく嫌だというようなことがあると思います。僕の場合、尿路感染については留置カテーテルにしてからは実は逆に減ったような気がしています。水分も好きなだけ取ることができるので、尿の濁りも少なくなって尿路感染からの体調不良も減ったように感じています。実際にトイレでバッグに溜まった尿を排出する作業はこんな感じです。これは自宅なので便器周りが普通とはちょっと違いますが、だいたいどこのトイレでも同じような作業をしています。だいたいこのように延長したチューブを引き出してから足を便器の上に乗せてバッグの中の尿を流しています。
車椅子用のトイレがあればそこを利用していますが、なかったとしても車椅子が入ることができれば、男性用の小便器などにも同じように流すことができます。足につけるバッグはいつも2つ用意しておいて、使っていないもう一つの方は洗って交互に使うようにしています。あと寝る前はベッドの横に大きな採尿バッグを用意しているので、それにつなぎ直すようにしています。これがあることで夜中起きてトイレに行ったり、自己導入をする必要などもないので、安心して眠ることができます。ちなみに自己導入をしてた時は心配でおむつをしてましたが、留置カテーテルを使うようになってからは漏れる心配がないので、おむつはほとんど使っていません。以上が僕の排尿管理の仕方でした。同じような障害で悩んでいる方の少しでも参考になればと思っています。もし何か質問などがあったら気軽にコメントしてください。そして気に入っていただけたらチャンネル登録やグッドボタンを押していただけると嬉しいです。